先にオチから話させてください。どこからともなくやってくるアクアリウムの厄介者スネール。我が家の水槽にもカワコザラガイが大量発生。駆除したい。どうしたらいい？悩んだ末に行き着いたのは生物兵器スネールキラースネール。なんと導入から1ヶ月で完全駆除成功。皆さんこんにちは。旬アクアの旬です。以前大量発生したカワコザラガイを駆除するためにチェリーバルブをお迎えした動画はご覧いただけましたでしょうか。結果を言ってしまうと、チェリーバルブをお迎えして1週間では特に目立った成果は上げられませんでした。もし興味を持っていただけたら概要欄にリンクを貼っているのでぜひご覧ください。1週間が経った後もカワコザラガイを観察していましたが、特に減ることはなく、広い気持ちでカワコザラガイも一緒に育てる覚悟を決めていました。しかし妻の方が諦めきれず、いろいろと調べた結果、スネールキラースネールがカワコザラガイの駆除に適していることが判明。最後の望みをかけて本日お迎えしました。スネールキラースネールはインドネシア、タイ、マレーシア原産の淡水性の巻貝です。体長は2センチほど。水質は中性から弱アルカリ性が好み。水温は23から26度くらいが適正です。先ほどもお伝えしたように、小型の貝を捕食してくれるので、水槽内でどんどん増える厄介なスネールを食べて数を減らしてくれます。ここで皆さんがおっしゃりたいことはよーくわかります。キラースネールもスネールじゃん。私も最初はそう思いました。スネールがいない水槽を目指したいのに、新たなスネールを入れちゃってるんじゃ意味がない。しかし他のスネールと違う点が一つあります。それは増えにくいという点です。キラースネールはオスとメスがはっきりしているので、水槽内にオスとメスがいなければ増えることはありません。ですので2匹入れたとしても、それがオス同士であれば絶対に増えることはないんです。ただ見た目でオスとメスの判断は難しいようなので、導入する際は注意が必要です。もしオスとメスが入ってしまっていたとしても、一度の産卵数が少なく、成長もゆっくりなので爆発的に増えることはありません。この点が他の厄介なスネールとは違うので、まだ安心して導入することができるんじゃないでしょうか。もしスネールを一掃してキラースネールが不要になれば、取り出して他の水槽で育ててあげるのもいいと思います。我が家ではこの黄色と黒のしましま模様も可愛く見えてきたので、今のところはこの水槽にずっといてもらう予定です。それでは水合わせも完了したので、水槽内に入れていきます。貝もしっかり水合わせをすることが大事なので、今回も2時間かけて水合わせを行いました。袋にくっついているのでピンセットで掴んで移動させます。ひっくり返らないようにガラス面にくっつけるように入れてみました。無事に導入完了です。冒頭でお伝えしたように、この水槽内にはスネールを捕食してくれるチェリーバルブも住んでいます。チェリーバルブとキラースネールのダブルコンビでカワコザラガイは完全駆除できるのか観察してみましょう。ちなみにチェリーバルブはキラースネールを捕食することはありませんので、一緒に入れても大丈夫です。ただキラースネールの子供は小さいので食べられてしまう可能性があるかもしれませんね。キラースネール導入から15日が経過しました。効果が現れています。15日間撮影はできていませんが、日に日にカワコザラガイが減少していくのが分かりました。あともう少しで完全駆除できそうです。キラースネールの導入から25日が経過しました。カワコザラガイはというと、ほぼ完全駆除に成功しました。夜になると1匹か2匹くらいは出てきますが、以前の水槽内には気持ち悪いほどの数のカワコザラガイがいたので、今は全く気になりません。カワコザラガイがゼロになる日もそう遠くはなさそうです。カワコザラガイの駆除を諦めなかった妻に大感謝です。妻も大満足しています。
ずっと観察していたのですが、結局キラースネールがカワコザラガイを捕食する姿を見ることはできませんでした。キラースネールは夜行性なので、私が寝ている間にカワコザラガイの駆除をしてくれていたのかもしれません。今回キラースネールを導入してカワコザラガイが激減したように感じますが、チェリーバルブの存在も大きいと思います。チェリーバルブは小さなカワコザラガイや卵を食べてくれるので、新たなカワコザラガイが生まれるのを阻止してくれます。もしカワコザラガイが大きく育ったとしても、キラースネールが食べてくれるという好循環が水槽内に出来上がりました。スネールキラーのこのコンビは最強かもしれません。厄介なスネールに悩まされた時は、このコンビに頼ってみるのはいかがでしょうか。ちなみにスネールが完全に駆除されたとしても、キラースネールは雑食で食べ残しやお魚やエビのご遺体も食べるので、スネールがいなくなったとしても餌の心配はいらなそうです。本日は以上です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。